皆さん、こんにちは。みーたまです。今回は、しとしと雨の日アンブレラのピアスまたはイヤリングを制作しています。アフレコで韓国の歴史についてお話ししています。よろしければ最後までご覧いただけると嬉しいです。前回の動画では韓国歴史ドラマのファン・ジニについてお話ししました。韓国歴史ドラマによく登場するキーセンですが、彼女たちがなぜ医療の場に関わっていたのか、また自分からキーセンの道を選んだ女性たちがいたことや、キーセンにはいくつかの種別があったこと、さらに実際に描かれたキーセンの絵を見ながら、当時の背景についてお話ししました。その続きをお話ししていきます。ファン・ジニは人生の終わりが近いと気づいたとき、ある遺言を残したと伝えられています。遺体は棺に入れず、アリやトンビの餌にして、女性たちの戒めとするように、自分のような人生を選ぶ女性が二度と現れないように、そんな思いが込められていたのかもしれません。このお話を知ったとき、私は日本にもよく似た伝説があることを思い出しました。それは平安時代初期に生きた檀林皇后、本名は立花の幸子という女性の伝説です。檀林皇后は嵯峨天皇の皇后で、絶世の美女と謳われながら、仏教への信仰をとても大切にしていたことで知られています。彼女は諸行無常の教えを僧侶たちに伝えるために、次のように遺言を残したとされています。自分が亡くなった後は遺体を埋葬せず、道端に置いて鳥や獣の餌とし、その朽ちていく様子を絵にしてほしい。京都市右京区渦政の近くに片平の辻という場所があります。この地名は檀林皇后の遺体が捨てられたとされる伝説に由来していると言われています。また、片平の辻から北西にかけては、古来より風葬の地として知られていました。風葬とは火葬や土葬とは異なり、亡骸を自然に返す方法で、雨や風、動物たちの力で風化させ、自然に分解されるのを待つという方法です。亡骸が風葬され、その朽ちていく様子を9つの場面に分けて描いた愚僧図が
残されています。クソーズはどんな美しい人でもやがて朽ち果てて醜くなり、諸行無常であるという仏教思想を視覚的に伝えています。クソーズは檀林皇后のほか、小野小町のものも伝わっています。どちらの女性も美貌ゆえに語り継がれたという点で共通していますね。クソーズに興味がある方は調べてみると良いかもしれませんが、心臓の弱い方にはおすすめできません。非常におどろおどろしい内容の絵だからです。ただし、檀林皇后が本当に封葬されたわけではないようです。皇族である彼女の遺体がそのように扱われることは考えにくく、この遺言も伝説の一部だろうと考えられます。同様に、ファン・ジニの遺言もまた、後世の人々によって語り継がれた伝説の一つなのかもしれません。皆さんは、ファン・ジニという人物についてどのように感じられたでしょうか。初恋のエピソードからすでに胸が締め付けられるような切なさを感じさせます。そしてキーセンとしての人生にも様々な葛藤がありました。仕事と割り切るべきなのか、それとも気持ちに素直でいるべきか。揺れる心を抱えながらも、凛とした立ち居振る舞いと強い意志を持つ女性として描かれていたのが印象的です。ほんの少しつまずいただけでボロボロと崩れ落ちてしまいそうな脆い内面を抱えながらも、美しい衣装に身を包み、決して身分に見合わない華やかさの裏で、自由に生きることを許されなかった現実に苦しむ日々が続いていました。なるべく平等であろうとする現代の社会とはあまりにもかけ離れた環境の中で、彼女がどれほど複雑な思いを抱えて生きていたのか、想像を超えるものがあったように感じます。ファン・ジニの物語は伝説として語り継がれてきましたが、そこには儚さや切なさと同時に過酷な時代を生き抜いた力強さが込められています。その姿に今も多くの人が心を動かされているのかもしれません。ファン・ジニについてのお話は以上となります。